聖徳天皇が崩御し、光仁天皇の代になると、栄華を極めていた道教は追放され、新しい政治が始まりました。光仁天皇は天智天皇の孫にあたる人物で、天武天皇の血を全く受け継いでいません。そんな光仁天皇がなぜ天皇に選ばれたのかというと、光仁天皇は聖武天皇の娘である伊能内親王と結婚しており、その間には長部親王という男の子が生まれていたからです。つまり光仁天皇の即位は聖武天皇の孫である長部親王に皇位を継承するための布石であり、次の天皇が長部親王になるというのは規定路線でした。こうして伊能内親王は皇后に定められ、長部親王は皇太子に立てられます。そのような体制の下で政治の中枢には藤原氏が名を連ねており、ホッケの長手と式家グループの人々が互いに協力する体制が出来上がっていました。しかし、ここで問題が発生します。光仁天皇には高野新笠という妻もいて、その間に山部親王という人物が生まれていました。そのため、両者の間で対立が起きることになったのです。伊能皇后の実家は橘市であったため、伊能皇后は橘市の本拠地である山城の国へと光仁天皇を誘って行幸。ホッケ出身の左大臣藤原長手はこちらを応援していて、長部親王を次の天皇にと思っていました。しかし、高野新笠も負けてはいられません。彼女のルーツは百済氏族であり、その本拠地となっていた河内の国へと光仁天皇を誘って行幸。式家出身の義経ら兄弟はこちらを応援していて、山部親王を次の天皇にと思っていました。このような対立関係が形成される中、そのバランスが大きく崩れる出来事が起こります。藤原の長手が死んでしまい、式家の義経が弟の玉呂、桃川を率いて政治を主導するようになったのです。そうなれば応援してくれる人物を失った伊能皇后と長部皇太子は危ない立ち位置となります。そんな時、事件が発生します。伊能皇后が光仁天皇を呪ったという密告があったのです。当然これは式家の人々が仕組んだ嘘の密告でしたが、この密告により伊能皇后は皇后の位を剥奪され、その息子である長部も皇太子から外されます。こうして新しく皇太子に立てられたのが式家の推している山部親王。式家グループは自分たちの思い描く皇位継承を実現する道筋を立てたのでした。しかし、そもそも光仁天皇の即位は聖武天皇の孫である長部親王に将来皇位を継承させて天武系の皇統の存続を図るためでした。それなのに山部親王が皇太子となれば天武系の皇統が断絶するため、当然これには納得しない人がいます。両者の対立関係は依然として残っていたのです。このように不安定な政治情勢の中、病気がちな光仁天皇は先のことを心配するようになります。もしも自分が死んだら山部親王を見れる人がいない。自分が生きているうちに貢献したい。そう考えた光仁天皇は生きているうちに上位して上皇として山部親王を貢献することを選択します。こうして即位したのが有名な桓武天皇です。この上位にあたって光仁天皇は反対派を牽制するために、上位にあたって良くない計りごとを巡らして天下を満たそうとする者がたくさんいる。清くまっすぐな心を持って新しい天皇に仕えるようにと御の理を発した上で、桓武の弟佐原親王を皇太子に立てて桓武に協力させるようにしました。しかし光仁天皇の病気はどんどん悪化し、ついに崩御してしまいます。貢献してくれる上皇を失った桓武天皇は一人で不安定な立場に残されたため、このままでは陰謀に巻き込まれる。できるだけ早く権威を確立する必要があると考えました。よって桓武天皇は自身の弱点を補うため活発に動き始めます。桓武天皇の弱点は天武系の皇統ではなく天智系の皇統である点と、母が渡来系出身の身分であったという点で、どちらも血統が劣って見えるという弱点でした。聖武天皇も自身の血統に悩み、生涯を通じて様々な対策を行いましたが、桓武天皇も似たような悩みを持ち、様々な対策を行っていきます。桓武天皇の基本的な考えは、ライバルを排除するというもので、血統という観点で自分より優れている人物を排除することで、自身の権威を確立していきます。そこでターゲットになったのが、日上の川継でした。日上の川継の父である塩焼王は天武天皇の孫、母である不破内親王は聖武天皇の娘です。
桓武天皇からすると脅威となる血統の持ち主でした。そのような血統も相まって、日上の川継はこれまで何度も皇位継承問題に巻き込まれており、このまま皇族でいたら命を狙われると考えて親戚降下していたのですが、ついに桓武天皇に目をつけられます。川継は桓武天皇を殺そうとしたという容疑をかけられて捕まって、伊豆へ島流しにされてしまったのです。このようにして自分の血統のライバルとなり得る人物を排除し、強い力を持った桓武天皇は自分の血統の地位を高めることで自身の権威を確立しようともしています。長岡京への遷都です。現在使われている平城京は、天武天皇の皇統である天皇たちが都としてきた象徴的な場所。ここから都を移すことで、新たに天智天皇の系統である天皇たちが都とするような象徴的な場所を造営しようと考えたのでした。こうして桓武天皇は藤原種継を山城の国へと派遣して、都にふさわしい場所を探させ、水陸両方の交通の便がいい長岡の地に新しい都を作らせることにします。こうして難波宮を解体し、淀川の水運を使って長岡京へ資材を移送、急ピッチで工事を進めていき、全てが完成する前に桓武天皇は長岡へと移動していきました。しかし、長岡京の造営が突貫工事で進められていた頃、松明を照らして工事を指導していた藤原種継が闇の中から飛んできた2本の矢に貫かれ、翌日息を引き取るという事件が発生します。藤原種継暗殺事件です。このことを知った桓武天皇は、この時ちょうど平城京にいたため、急いで長岡京へと戻り、犯人の捜査を命令。その結果、犯人を捕まえることに成功しましたが、彼らを尋問したところ、大友氏と佐伯氏が中心となって実行された事件だと分かりました。しかし問題はその先で、さらに追及していったところ、この事件に関与しているのは皇太子周辺の人々だということが分かってきたのです。皇太子といえば桓武天皇の実の弟である佐原親王。これに怒った桓武天皇は、無実を主張する佐原親王を淡路島へと島流しにしますが、佐原親王は無実を主張するために飲み食いを断っていたため、淡路島に到着する前に衰弱して亡くなってしまいました。こうして不満分子を一掃した桓武天皇の権力は一層強化され、以後あからさまな反乱事件は起きませんでした。そして桓武天皇の長男である阿手親王が皇太子に立てられたことで、天智天皇の皇統が安定するようになっていきます。こうして桓武天皇は長岡京をさらに改造、ついに平城宮も解体して、その資材が移されていきました。しかし長岡京の改造を進めていると、奇妙なことが起こります。桓武天皇の部人が亡くなったと思えば、続いて桓武天皇の母が亡くなり、それどころか桓武天皇の皇后が亡くなったのです。桓武天皇周辺の人物が相次いで亡くなったことにより、不穏な空気が流れ始めます。しかしそれだけでは済みませんでした。全国で飢饉が発生したかと思えば、半世紀ぶりに天然痘が流行、疫病は全国に蔓延し、餓死者と病死者が溢れ返ります。そこに追い打ちをかけるように、皇太子の阿手親王が病気にかかりました。相次ぐ悪いことは何が原因なのか占ったところ、かつて桓武天皇が死に追いやった佐原親王、そのたたりであるという結果が出ます。それ以来佐原親王は恐るべき怨霊として桓武天皇を苦しめ続けます。長岡京の建物が壊れたかと思えば、桂川が氾濫、天災と怨霊に悩まされた桓武天皇は、とうとう長岡京を捨てることを決意しました。こうして天智天皇の皇統を象徴するような都、長岡京は新しい場所に移されました。これが平安京、現在の京都にあたる場所です。この地は東に鴨川、西に桂川が流れており、北には高い山、南には広く開けた湿地帯が広がっているという、まさに都を作るのにうってつけの場所でした。桓武天皇は平安京へと移り、山城の国の文字を改めて新しい表記を使うようになります。この遷都によって奈良時代は幕を下ろし、新しい時代、平安時代が始まっていくことになるのです。